どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画をご覧いただいている皆さんの中には、この春から新生活が始まって、それもね落ち着いてきたので、そろそろね何か新しいことを始めたいななんてね思ってらっしゃる方もいるんじゃないでしょうか。そんな方におすすめするのが今日紹介するコーヒーのハンドドリップです。この 2,3 年で周りでもねハンドドリップをお家で始められた方もいるんじゃないでしょうか。僕自身このコーヒーをね毎日3杯から5杯ぐらいですかね、自分でハンドドリップして入れていただいてますけど、ちょっとね飲みすぎなんじゃないかって声もあると思うんですが、それぐらいね大好きで入れてるんですけども、このねハンドドリップのコーヒーっていうのは初期投資も低予算から始められるし、あとねハマっていくとね結構奥深いんですよね。なのでなかなかねコスパの高い趣味になるんじゃないかなと思います。何よりやっぱり家にいながらにして美味しいコーヒーがいつでも楽しめるっていうのはね最高ですよね。僕家だけじゃなくてこれ会社でもねハンドドリップして入れています。もう会社でも美味しいコーヒーが入れられるっていうね最高なんですよ。で美味しいコーヒーの定義っていうのは人によりけりだとは思いますが、間違いなく言えるのはちゃんとね豆からひいた入れたてのコーヒーね、これはやっぱり美味しいですよね。なので自分でハンドドリップするこれをねおすすめします。以前にも3500円から始められるハンドドリップという動画を出していますが、あれから2年が経ってその間もねいろんなコーヒー器具を使って試してきたんですけども、今時点で考えられる最も低予算で抑えられて毎日でもちゃんと快適に使えてちゃんと美味しいドリップコーヒーが入れられる、こういったねハンドドリップ器具一式が見つかりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。そんなね選抜されたコーヒー器具を今日紹介するのがこちらなんですけど、これをね一つ一つ紹介していきます。この後実際にこれらを使ってドリップしていきますが、まずねそれぞれ簡単に紹介していきます。はい、まずはこちらですね。こちらがコーヒー豆をひくミルですね。グラインダーなんですけども、この中にコーヒー豆を入れて手動でねこうひいていくというコーヒーミルです。こちらはハリオのセラミックスリムというコーヒーミルなんですけども、手動だけどね僕も毎日使ってても全然苦にならない使いやすいミルです。ほんと引きやすいですこれ。でこちらね3300円で買えます。あとね Amazon だと定価で売ってるの僕ほぼ見たことなくて、だいたいね2000円ぐらいで買えてるんですよね。なので実質ね2000円で買えると言ってもいいと思います。さっき合計7000円と言いましたが、それはね定価換算してるので3300円という定価で換算しています。安くて非常に使いやすいハリオのコーヒーミルセラミックスリム、まずこちらがねコーヒー豆をひくときに使います。で続いてドリッパーですね。こちらも同じくハリオの V60 ドリッパーというものです。これはだいたい定価500円ぐらいなんですけども、このハリオの V6 ドリッパー、これはね樹脂製ですけど、いろんなガラスのタイプだったりいろんなタイプがあるんですけど、中にこういう風に線が入っていてお湯の抜けがねちょうどいい感じになるというこのドリッパーなんですけど、世界中のバリスタからね愛用されているもう定番中の定番と言ってもいいぐらいなね有名なコーヒードリッパーです。これもね樹脂製であれば500円ぐらいで買えてしまいます。なので今回もねこちらのドリッパー使っていきます。でドリッパーに入れるねペーパーフィルターはこちらですね。同じくハリオの V60 用のペーパーフィルターです。 01W ってやつですね。ペーパーフィルターはねほんとたくさん出てるんですけど、やっぱりね V60 使うんで V60 専用のペーパーフィルターがいいなと思います。ちなみにこれどちらも1から2杯取り用のペーパーフィルターになってます。ハリオのねペーパーフィルター、こちらの V60 のペーパーフィルターね、特徴としてここにタブがついています。これ後で説明しますけど、このタブもね非常に使いやすいですね。であとコーヒースケールですね。コーヒースケールは今回ねこちらを選びました。リテイクのコーヒースケールです。これはね中国製のメーカーなんですけど、それだけあってね非常に安いです。2000円台で買えてしまうコーヒースケールです。でコーヒースケールというとこのね同じくハリオの V60 コーヒースケールっていうね有名なのがあるんですけども、そちらだとね倍近く価格かかってしまうので、このね基本的にお湯の重さと時間というのを同時に測れるコーヒー用のスケールであればね、ある程度の精度であればいいかなと思いましたので、そんな中でね見つけたのがこちらです。これ2000円で購入できます。今回紹介するもの全部ね概要欄にリンクも貼っておきますので、こちらもねリンクからご覧いただければと思います。これね2000円だけど結構良かったので、こちらを今日使っていきます。で最後ねドリップポットですね。ドリップポットはこちら、これなんとダイソーのドリップポットです。550円で買えちゃいます。550円でこのドリップポットねかなりいいと思います。今日一番伝えたいコスパの高いアイテムといったらね、もしかしたらこれなんじゃないかぐらいにね、これね結構使いやすかったです。びっくりしました。ついにダイソーさんやってくれたなという感じの、家でねハンドドリップするには十分すぎるね使い心地のドリップポットでした。はい、そんなね550円のダイソーのドリップポット、はい、これらが僕が今考える最小投資で始められて毎日でも快適に美味しいハンドドリップができるコーヒー器具一式です。全部揃えても7000円くらいなのでかなりコスパ高いですよね。
コスパが高いとはいえ値段を抑えた分少なからずねデメリットなんかもあるので、そのあたりもね今日はお伝えしていこうと思います。はい。では実際にね、これらを使ってホットコーヒーをね、今日は入れていこうと思います。今日使う豆はね、オブスキュラの深入りを使います。はい、いい匂い。こちらの豆ですね。ブラジルの豆です。甘みのあるブラジルのお豆。こちらを使っていきます。コーヒーをドリップする時のレシピっていうのがあるんですけど、コーヒー豆の量だったり、お湯の量だったり、それをね、投入していく、そのお湯を注いでいく時間だったり、割合だったり、そういうレシピと言われるのが、いろんなね、バリスタさんが作ったものがあるんですけど、僕はね、浅入りも深入りもコーヒー豆屋さんのね、レシピがね、非常にわかりやすくて、そちらをね、ずっと使ってやってるので、今日もね、豆はね、ちょっとオブスキュラさんの豆を使うんですけど、レシピはね、コーヒー豆屋さんの深入りのレシピというのをね、使っていこうと思います。で、そのレシピに沿ってやっていくと、まずね、コーヒー豆は全部で 14g を使います。で、お湯の量を 210g を注いで3分間ぐらいでね、落としていくっていうレシピです。で、まずこのね、コーヒースケールで豆の量を測っていくんですけど、ちょっと先に言っときましょう。豆をね、後から引くんだけど、このね、ハリオのコーヒーミラー、ここにね、こうダイヤルがついていて、このダイヤルをこう1回回らないところまでね締めると、これがね0っていう地点になっていて、このねクリック数123とか、このクリック数で豆の引き目っていうのをね変えることができます。で、豆屋さんのレシピだと中細引きぐらいにするんで、セラミックスリムだとねだいたい8から10クリックぐらいで、ね、引いてきますので、ちょっと一回戻しまして、123456788、8にしましょうか。はい、8クリック。こんな感じで調整します。で、このコーヒースケールで重さ測っていきます。で、このコーヒースケールでコーヒー豆をね 14g ちゃんとね測るっていうのが重要で、よくねこのコーヒー豆をスプーン何杯とかね、小さじ何杯とか大さじ何杯とかね、そういう表記をされてるレシピとかもありますけど、コーヒー豆は浅入りか深入りかで豆に含まれる水分量がね結構変わってくるので、あとね豆の大きさも結構違うし、エチオピアの豆とかねすごい小さいんですよね。なのでコーヒー豆はスプーン何杯とかじゃなくて何グラムという風にねちゃんとスケールで測っていきましょう。そんな感じで 14g 測ります。別のねお皿で測ってもいいんですけど、結局ねこれで引くので、これにね直接豆をね入れていきます。 14g 測ります。入れすぎたんで手で取っちゃいます。はい、これで 14g ですね。それでね、こういうね、あまり聞きなじみのないメーカーのね、コーヒースケールとかだと、精度がね、気になるところではありますが、重さはね、ずれても 0. 何グラムとかなので、ブレの範囲だと思いますし、正直ね、僕はこれでずれたことによって味がね、変わったなって気づくほどではね、ないと思いました。なのでね、ある程度ちゃんと測れればね、いいんじゃないかなと思います。ガチガチにやっていてもね、コーヒー入れる楽しさがなくなっちゃうんで、ある程度はね、もうアバウトでもいいと思います。ただね、今回は一旦レシピの参考ということで、きっちりやってきますけど、そんなにねびっちり 0. 何グラムとか 0. 何秒とかね、そういうレベルで気にすることはねないんじゃないかなと思います。気軽に肩の力抜いてやっていきましょう。はい、 14g 測りました。それでねこれをこのハリオのコーヒーミルで引いていきます。で、今ね豆を入れるときにこっち側から入れたんで、豆こっちの方に偏っちゃってるね。これねこうやってちょっと振ると中でね偏りなく豆が均等に分布するので、これで引いていくとね非常に豆の粒度とかっていうのをね安定して引けると思います。これがねこう斜めになっちゃったりとか、豆が均等に入ってなかったりするとね結構ね引き目に影響出ると思うので、そのあたりはね気をつけた方がいいと思います。はい、それでここにね六角レンチみたいな穴になってて、これをねここにパチャッと取り付ける。これだけなんで、なのでね持ち運ぶ時もこれ分けて持ち運んだりできるので、かなりねコンパクトに収まる。そういったところでもねキャンプとかにも持って行っても良さそうなコーヒーミルです。はい、こちらでね引いていきます。これね手引きなので、この深入り豆 14g を引くのにどれぐらい時間がかかるかっていうのもね見てほしいので、ノーカットで引いていこうと思います。じゃあね引いていきます。これね深入り豆なので浅入りよりもね引きやすいですね。これなんでかわかりますか？深入りはその名の通りね豆をしっかり焼くんで、豆の水分量がねかなり少ないんですよね。なので歯に豆が引っかかりにくくて、こう深入りの方がねスムーズに引くことができます。浅入りの方が水分量がある分ねちょっと引っかかります。
いい香りしてきましたね。漂ってきました。引き立てのコーヒー豆の香りってもう本当にいい香りですよね。もうこの香りをね、じっくり堪能できるのもこの手引きの良さだったりします。まあね、この香り、このコーヒーの引き立ての香り、これね、嫌いな人いないんじゃないかなと思いますね。友達でもね、コーヒーは飲めないけど、コーヒー豆の香りは好きっていう人ね、結構いますからね。もうそうこう話してたらもう引き終わりましたね、これ。もう抵抗なくなったんで、これで引き終わりました。こんな感じでね、手引きなので多少時間はかかりますが、お話ししていればね、こんなにすぐに引けちゃいますし、このね、ハリオのセラミックスリムはね、この価格帯にしてはね、かなり引きやすいので、手引きミルの中ではね、コスパ最強だと思います。あとね、これ刃がセラミックなので、水洗いできるっていうのもね、いいですよね。お手入れもしやすいです。これでね、3000円はね、非常に安いです。以前ね、ダイソーの手引きミルとかもね、紹介したんですけど、それ550円で買えるんですけども、やっぱりね、刃が弱いのか、引くのにね、結構時間がかかるんですよね。なので快適に引くにはね、最低限ね、これぐらいのものがいいと思います。ちなみにね、僕は会社でこれ使って、毎日3杯ぐらいね、会社の給湯室でゴリゴリやってるんですけども、そんな感じでね、毎日使っていてもね、疲れにくい、そういったね、コーヒーミルです。あとね、電動ミルだったらもちろん楽なんですけども、電動はね、やっぱり高いですし、あとね、手引きでゆっくり引く方が、摩擦熱が発生しにくくて、コーヒー豆のね、風味も飛びにくいので、手引きミルの方がむしろね、コーヒー豆は美味しく引けるってこともね、考えられます。あと電動は結構音も大きいので、会社で使うのはね、その音も大きいなと思ってね、気が引けたんでやめました。このぐらいの音だったらね、許してもらえるんじゃないかなと思ってこれ使ってます。はい、そんな感じでね、引き終わりましたので、ちょっとコーヒー豆見ていきましょう。深入り 14g だと大体ね、先ぐらいの時間で引けます。結構早いですよね。手引きなので、もちろんね、腕はね、多少疲れますけど、毎日でもね、そんなに苦じゃないぐらいのね、疲労だと思います。二の腕のね、運動にもなるし、夏に向けていいんじゃないでしょうか。はい、引いた豆はね、こんな感じで結構ね、ちょっと見えるかな、粒度もね、揃っていて、かなりいい感じに引けてると思います。ほんといい香り。で、これをね、ドリップしていきます。まずスケールの上にコーヒーカップを乗せます。僕はね、それでカップの上に直接こういう風にドリッパーを置いちゃいます。こういうね、コーヒーサーバーを使ってもいいんですけども、コーヒーサーバーを洗う手間も発生しますし、1杯分ドリップするだけだったらわざわざね、サーバーを経由して注がなくてもね、こうしてカップに直接ドリップしてもいいと思います。僕もね、普段からこうやって入れています。初期投資をね、抑える意味でもね、今回はサーバーはなしでいきましょう。で、ここにペーパーフィルターを乗せます。使うのはハリオのペーパーフィルターですね。この縁の部分を折って、このタブからこういう風に広げて、で、ここにストンと乗せます。で、これちょっと今簡単にやってみましたけど、これね、すごいハリオのペーパーフィルターいいのが、手順としては継ぎ目がついてるんで、この辺りをね、また一回こういう風に折ります。で、折って、ここのタブをこのシームレスな動きの中で、タブから中に指を入れて、こういう風にね、広げます。それでここの余った部分、これを折り込みます。っていうことを今さっとやったんですけど、このね、広げるときに、この先ほどのタブ、これがあることでね、非常に広げやすいんですよね。ちょっとしたね、気遣いなんだけど、このね、タブがあることでね、非常に広げやすくなっているのでね、そういった意味でもね、このハリオのペーパーフィルター気に入って使ってます。はい、こんな感じでセッティングします。はい、ペーパーフィルターのセットができたら、ここにね、先ほど引いたコーヒー豆入れていきます。で、側面をこう叩いて鳴らします。こうやって側面を叩いて鳴らすことによってこうね、表面がね平らになるので、お湯を落とした時にね、お湯が変に弾けたりすることなく安定してお湯を落とすことができます。あと普段はコーヒー豆を入れる前にペーパーフィルターにお湯をかけてリンスっていうのをねやるんですが、紙の臭みを取ったり、あとねコップを温めたりとかね、そういったことをやるんですが、このねリンスをすべきかどうかってね諸説あるし、結構ね僕も毎回リンスして動画上げるとね、リンスは必要ないんですよとかね、結構いろいろコメントでいただいたりもするんですけども、そこね諸説あるんで、それぞれこだわるところでいいんじゃないかなと思うんですけど、実際そんなにね味も変わらないっていうところもあるので、今日はねできる限りシンプルにいきたいのでリンスなしでいきます。はい。でこういう風にカップ、ドリッパー、ペーパーフィルター、コーヒー豆セットしたら、これでね重さが変わってしまうので、一回重さをねリセットします。はい、これ今 0g になりました。ここにねこのダイソーのドリップポットを使ってお湯をねドリップしていくんですけど、まずねこの中に沸騰させたお湯を注ぎます。
今回ね沸騰させるのに使ったのは、このチャンネルでもね僕が何度も紹介している山善の電気ケトルなんですけど、これだったらこういう風にねノズルも細いので、ここからね直接ドリップコーヒーね入れることができるんですけども、これねやっぱり7000円ぐらいするので、それでもねかなりコスパが高い電気ケトルなんですけど、これね7000円ぐらいしてしまうので、今回は初期投資を抑えるテーマということでやってますので、このねダイソーのドリップポット550円のドリップポットを使います。なのでこういうねコーヒードリップ用の電気ケトルを持っていない方は、鍋とか普通のやかんとかでもいいのでお湯を沸騰させて、それをねこのドリップポットに移して注ぐというね、そういうやり方になります。じゃあね沸騰したお湯注いでいきます。でこのねドリップポットで大事なのはこのねノズルの部分なんですよね。このノズルが細くね湾曲していることで、これによって狙ったところにねお湯をコントロールしながらドリップすることができます。ダイソーのドリップポットはね550円なのにね、こういったね高価なドリップポットと同じぐらいにねちゃんとお湯をコントロールしてドリップできるようになってるので、これね本当おすすめです。これね試しにこのサーバーに注いでみると、お湯をねこういう風に結構勢いよく注ぐこともできるし、細くね注ぐこともできるし、でこうね斜めとかにしたらちゃんとねまっすぐ下に落とすような入れ方もできるし、でこうねポタポタポタってね落とすこともできるし、で最後にね見ていただきたいのはこれですね。ここにねお湯がね今みたいにポタポタ落としてもお湯がね伝ってこぼれ落ちたりしない。これもね結構ケトルによっては、高いケトルなのにねこれがねポタポタ滴がね滴っちゃうとかね、そういうドリップポットもあるんですけど、これだったらこんな感じで結構ね安定させてお湯をね落とすことができます。これねすごいですね。でこんな感じで沸騰して100度のお湯を注いで2分くらいすると、お湯の温度がね85度ぐらいまでね下がります。ちょっとずつやっぱり冷めるんですよね。深入りだと83から85度ぐらいのお湯でコーヒーをね入れるのが適温って言われてるのでね、そういう意味でもね2分ぐらい経つとちょうどいい温度になります。浅入りだと僕はね93度で入れています。浅入りだったら90度から93度ぐらいで入れるといいとか言われますけど、僕はねだいたい最近93度ぐらいで入れていますね。はい。でここにねドリップしていきますけども、先ほど言いました通りレシピは 14g の豆に対して 210g のお湯を注いでいきます。ここにはね 210g 以上入れちゃっても大丈夫です。でお湯を落とす量と時間なんですけど、今回は分かりやすく 35g ずつ30秒おきに6回に分けて注いで 210g を注いでいきたいと思います。それでだいたい3分ぐらいで落としきって終わりって感じですね。この湯量と時間を同時に見ながらドリップするので、こういうねコーヒースケールがあるとやりやすいってことですね。ちなみにこちらはねオートスタート機能はついていません。僕がね普段使っているタイムモアのスケールだったりすると、お湯を注いだ瞬間にタイマーがスタートするねオートスタート機能なんかもついているんですけども、そういうのはねついていないです。スタートボタンをポンって押すだけなのでね、それはねなくても問題ないんじゃないかなと思います。はい。ではねドリップしていきます。スタート。最初は 35g。 はい。豆全体にお湯が馴染むように大事な蒸らしの時間ですね。ここでねお湯を注いでから30秒蒸らすことによって豆のねちゃんと風味とかがね引き立ちます。で30秒経ったら 35g また注いでいきます。合計 70g まで注ぐってことですね。ペーパーフィルターにかからないように僕はねこのほぼ真ん中に注ぐようにしています。こうするとお湯がね均等に外側に広がってちゃんと抽出してくれるのでね、このペーパーフィルターにかけないようにお湯を注ぐっていうのも大事になってきます。はい。1分になったらさらに 35g 注ぎます。合計 105g ですね。コーヒーのお湯がね滴っていく音、これがまたいいですよね。さっきのねフィルターにかかってしまうとコーヒー豆の旨味を抱えないままお湯だけがねスーッと落ちちゃうので、なのでね中心に注ぐっていうのがね大事なんですね。はい。1分30秒になったのでさらに 35g 注ぎます。これで 140g になりますね合計で。
はい、こんな感じで30秒ごとにお湯がね落ちきると思いますので、そのあたりでね注いでいきます。2分になりましたらさらに 35g 注ぎます。合計で 175g になりますね。でこれね、お湯がもし落ちきらないで残ってしまっているんだったら、多分ね豆が細かすぎるかもしれないですし、逆にお湯がすぐに落ちてしまうようだったら豆が粗いかもしれないので、その時はねさっきのミルの方でね引き目を調整していきましょう。はい、2分30秒経ったので、ここからさらに 35g 注いで合計 210g にしていきます。最後の1投、はい、210.2g になりました。ちょっと超えちゃったけど、そのあたりは全然大丈夫です。もう 1g、2g 超えてもね、そんなに味変わんないと思うんで。はい、これでお湯がね、落ちきるのを待ちます。はい、落ちきりましたので、フィルターを取りまして、はい、それでこれ入れた直後だとね、この上と下で少しね味の濃度とかが変わってしまっていたりするので、これはねちゃんとスプーンでこういう風にかき混ぜてあげるとちゃんと味が馴染みます。こんな感じで、はい、そういったわけでこちらドリップコーヒーできました。オブスキュラの豆を使った深入りコーヒーホット、こちらねいただいてみたいと思います。香りがめちゃめちゃいい。もう美味しいコーヒーは香りで分かりますね。いただきます。めっちゃいい感じに入れられましたね。深入りのコクがありながらもすっきり飲みやすいね、ベリーっぽい風味もちゃんと感じられて、バランスよく入れられました。もう美味しいです。これ僕ね浅入りをたくさん飲んでるイメージあると思うんですけど、深入りもね大好きなので、これとかね甘いお菓子とかと一緒に飲みたくなってしまったりするんですけど、今日はねブラックコーヒー、こちらをね思う存分堪能してみたいと思います。いや美味しい。コーヒーってこの入れたてのね熱い時も美味しいんですけども、今だいたい80度ぐらいになってるのかな。入れたても美味しいんですけども、冷めてきてからもね美味しいんですよね。特にね浅入りとかだと冷めてきた時はジュースみたいなね風味になったりするんですけど、この深入りもね冷めてきてもね非常に美味しくいただけます。そんな感じでハンドドリップをすると、コーヒー豆を引く時のね香りだったりとか、ドリップしている時の香りとか、このね滴る音であったりとか、それでねこうドリップし終わった後のあったかい時にいただく味と、またね冷めてからいただく味、こういった感じで一連のねプロセスの中でいろんなところで楽しみがあるんですよね。なのでこうね比較的リーズナブルにコスパ高くね始められる趣味なんですけど、かなりね楽しめる奥深いね趣味なのでね、このハンドドリップねめちゃめちゃおすすめです。こんな感じでねコーヒーのハンドドリップとても楽しいので、ぜひ皆さんもね試していただいて、この動画を機会にね趣味にしていっていただけたらね嬉しいです。もしこの動画を参考にねハンドドリップを始めてみましたとかね、あとねこの動画を見ていてわからないこととかね、そういうのがあればねぜひコメントで感想だったり質問なんかをねお寄せいただければと思います。はい、そういったわけで今日はね初期投資抑えめで始めるハンドドリップっていうのをね紹介していきました。このチャンネルではこういったねコーヒー関連の動画もいろいろと紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。